皆様こんにちは、明治の猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。今回紹介するのはテーブルの上に広げてありますけれども、こちらはですね、ラミネートの端切れになります。結構箱の中いっぱいになってきたので、今回はこちらのラミネートの端切れを使って何か形にしていきたいと思います。まだどういう風にしていこうかなっていうのをまだ広げたばっかりなので未知なんですけれども、今回は作業動画にしようかなと思ってます。で、実際にどんな風に生地を分けてどんな作品が出来上がっていくのか、一緒に動画を最後までご視聴いただきながら楽しんでいただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。私はですね、端切れを扱うときはまず最初にこのようにサイズ分けをしています。こちらノーカットでちょっと4倍速で早送りにしてるんですけれども、いろんな生地の端切れがあるのでよかったらご覧ください。で、この後この端切れはトートバッグに変わっていくんですけれども、まだこういう風に仕分けしてるときは何を作るか決めてないんですよね。で、こういう風に何を作るかなって決めてないときはまず布に触れるということを私はよくしています。で、布に触れながらイメージを沸かしていくような感じです。なので皆様も端切れが溜まってきたら、まず布に触ってみるということを試してみていただけたらと思います。かなり懐かしい生地がいろいろ入ってますよね。まず大きいもの、もうこれは作るものが決まってそうなので、ちょっとちっちゃいのを分けて、また大きいのを切るとまた小さい端切れが出てきてしまうので、もうこの辺りで先に何を作るかを決めていきたいと思います。で、バッグの底とかに使えそうなこの大きい方はこういうデニムのラミネートを使おうかと思ってます。で、意外と大きいラミネートも余ってたので、方向とかを考えながら、あとは布合わせをしつつで決めていこうかなと思います。布と同じで布耳とか合わせていってもちょっとおしゃれな感じになりそうです。布を広げないと何ができるかわからないです。何にしようかな。さあ、どれから手をつけていこうかな。ちっちゃいのからやっていこう。この時まだ迷走中なんですよね。作るものが決まってないので、いろんな生地ちょっと触れながら何にしようかなっていう風にやってるところですね。ちょっと布合わせっぽくしてますけど、あんまり意味がないと思います。多分並べてサイズを測ってるんじゃないかなっていう風に思いますけどね。こうやって客観的に見ると面白いですね。さあ、いよいよここからですね、裁断が始まるんですね。この時も決めてたのかな。ちょっとこの余分に出てる部分をまずまっすぐ切り揃えるところから始めてますね。ラミネートなんですけど、この布耳とかも使ってみようと思ってこういう部分残してるところです。
まだね多分この時バッグを作るって決めてないんじゃないかな。でこうラミネートってちょっとビニールっぽい感じのものがはみ出てたりするんですね。こういうのはちょっとバッグに出ちゃうとあんまり見た目が良くないので切り落としていきます。何センチにカットするとかいうのを決めずに、多分一番綺麗に取れるところまでで、はみ出した部分をカットして切り揃えているところですね。こんな感じでランダムに切り揃っていってます。こうやってやっていくとサイズがだんだん見えてくるので、こんな感じで細かくですね一つ一つ揃えていったところですね。こういうね作業を延々とやるんですよね。だからね歯切れは本当に手間がかかるんですよ。でもこの作業をしておくと後々何か作る時に決めやすくもなったりするので、この作業は欠かせないですね。ただ歯切れいっぱい溜めすぎちゃダメですね。やっぱりこう客観的に見ると溜まれば溜まるほど手間がいっぱいかかるなっていうのを今映像を見ながら感じてるところです。でもたくさんないとひらめかない作品もあるから、なかなかねこれは難しいところですよね。ちなみにこちらも4倍速で回しております。はい、ではもうこんな感じでサイズごとにほとんど仕上がった感じですね。ここから作品に仕上げていきます。何を作ることを決めたんでしょうか。まだね多分この時バッグ作るって決めてないと思うんですよね。どこからスイッチが変わっていったのかちょっと見ていきたいと思います。では歯切れのサイズ分けが終わったところで、大きいパーツからバッグなど作っていこうと思います。まずは大きいパーツを使ってまた小さい歯切れが出ていきますので、大から小にっていう感じで作っていきたいと思います。でトートバッグは他の動画でも紹介してますので、幅はね一律にしてます。32センチで幅をカットしていきます。こういう風にサイズが取れるものは全てこのサイズで作っていきます。で高さはちょっとねこの辺りは調整していって、これは20センチで高さを決めていきます。続いて歯切れで布合わせをしているところです。もう日が暮れてしまってちょっと画質の方荒くなってしまってるんですが、どんな風に合わせようかなっていうところを決めてるところです。まずこのデニム地のラミネートが一番締まりやすかったので最初に決めてみたところなんですが、合わせているところです。このローズのままでも良かったんですけどね、せっかくなので合わせてます。こうやって2つの生地で合わせてる時になんかちょっと物足らないなって思ったら間に生地を挟むようなことをしています。で最初に大きい生地で20センチでカットできたので、このローズの生地も20センチでカットしたところなんですよね。じゃあこのままトートバッグにしちゃえばいいんじゃないっていうふうに合わせているところなんですが、1センチ足らないと思ってこういうふうに別の生地とやっぱり合わせていこうかなっていうふうに調整しているところです。で間にちょっと濃い生地を合わせることでちょっと甘い感じから少し引き締まったような感じの布合わせになっていきます。でこの後はですねちょっとアクセントに革を乗せてみたりとか、あとちょっと入れ替えて普通のタグ、縫い付けタイプのタグに変えてみているところです。もうこれからどんどん作っていっちゃうので最初に紹介しようと思います。まずバッグの高さを決めて20センチで同じサイズでカットしたものです。でこのバッグを作るのに幅を32センチにするんですが、このパーツだけだと足らないんですね。
でこれが後ろ面表面みたいな感じで使っていきます。でこれの足らない部分に合わせて端切れから今見つけ出したのがこのローズの生地になります。これをこんな感じで合わせてみようと思ってます。でこれだと白とベージュで結構くっきりと色分けしてしまうので、この間にもう一つ濃い生地を刺してあげます。こんな感じでこうやって合わせるとバランスよく布合わせができたところになります。でこういう風に合わせたんですけど、今回革をのせてるんですが、これはねネイジのオリジナルタグですね。で普段紹介しているこちらの縫い付けタイプのタグをこうやってのせたとしても雰囲気全然変わりますよね。これが黒になったり白になったりすることでだいぶね印象変わってきますので、こういう風にタグを使ってあげることでバッグの品も変わってきますので、端切れでもねだいぶ生まれ変わらせて端切れをね生まれ変わらせてあげられる瞬間になりますので、よかったら参考にしてみてください。でまずは一面はこの状態で布合わせをしようと思います。で後ろ面はこれがちょっとねこれより少し長めに取れましたので、これはこのまま合わせてみようかなというふうに思ってるところです。これは後ろ面の姿になります。もしかしたらねここちょっと入れるかもしれないですけどね、ちょっと仕上がりを楽しみたいと思います。はい、ではこんな感じでこの後ろ面のパーツと前側とこの底とパーツが揃ったところです。この後バッグに仕上げていきます。そしたらそこで合わせて1センチ縫います。で反対側も同じようにして縫ったらこのような状態に仕上げていきます。で今回はですねラミネートの布耳を使う時にランダムステッチをいつも通り加えてるんですが、普段と同じような感じで入れてるんですけれども、普段より少し本数を増やしています。っていうのもですね、
このラミネートにステッチを入れることで結構無地の部分が多かったりするんですが、このステッチがいいアクセントになっていくんですね。なので普段2本ぐらいでこう揺らぎながらステッチ入れてるところを3、4本入れてみたり、ちょっと多めに入れてみたりして柄の一部に加えてみました。こんなやり方もありますので試していただけたらと思います。今回はこちらの定規を使います。マチはね、この部分ちょうど10センチのマチができるようにこの部分カットしてあります。でこんな風にしてこう重ねます。このね、端と端を合わせて、ラミネートはペンを使うと表面に印がにじんでしまいますので、こういうシャーペンタイプのチャコペンを使っていきます。そうするとこんな感じで綺麗にマチが引けます。でそのまま線の上をカットしていきます。でラミネートを使うときは専用のラミネート用のカッティング、このロータリーカッターとハサミを使うようにね、できるだけしています。このね、立ちばさみね、結構重いので、できるだけちょっとね、最近は違うハサミに変えてるんですが、皮とか切る時とかにも活用してる道具になります。ラミネートの端切れがなくなったので、ちょうどぴったり合いそうなデニムの生地もそこに使っていきます。端切れもだいぶ形になっていきました。仕上がり楽しみです。今回すべての布合わせを取ってはいないんですけれども、どんな風に変えていってるのかを一部ね取ってたようで、こちらちょっと紹介していきたいと思います。こういう風に間に挟むものですね、こういう感じでちょっと濃いものに変わったりするだけで全然ね表情が変わってくるんですよね。でこの後映像が切り替わるんですけど、全然違う感じに仕上がってきました。これはバッグの後ろ面っていうか反対面ですね。反対面と表になる面を両方同時に仕上げていかなきゃいけないので、多分それで調整していってるんじゃないかなっていう映像かなと思います。なのでさっきずらしたものが今度反対側に使われてますね。こういう風にして布合わせが仕上がっていっています。客観的に見てるんで不思議な感じですけど、でそこに合わせたのはデニム生地になります。意外とラミネートと相性のいい厚みでした。で縫い終えたらしっかりとこの縫い代を倒すということをして、際を縫っているところです。で際を縫ったらですね、もう1本足すようにしています。そうすることで縫い代がしっかりと収まってくるので、この方法をよく活用しております。こんな風にして少しずつパーツを仕上げていきました。でこの後ですね、また4倍速になりますけれども、映像を少し残しておいたようなので、よかったら一緒に楽しんでいただけたらと思います。布合わせの変化がね楽しめますよ。客観的に見てても面白いです。あとやっぱり同時に前と後ろを決めていかなきゃいけないので、少しね難易度が上がりましたし、時間もかかりましたけど、すごくね楽しい時間でした。皆さん布を買うとこういう風に色玉が入ってるのを見ることがあるかと思うんですが、これを使うとねちょっとしたアクセントになるんですよね。でスマホで撮ったりしてちょっと客観的に見ることで布合わせがまた配置が変わったりとかしていきますので、客観的にね見ていくっていうのも大事な、作業になっていきます。ということで今回仕上がったのがこちらのパーツになります。もうねカメラ収まりきらなくなりましたけれども、
箱の中から全部端切れをね合わせてみました。全部どれも自分の好みで選んできたラミネートなので、組み合わせてもそんなに違和感ないかなという風な感じで仕立てています。であとですね、こういう風に皮をこうやって置くだけで雰囲気がねまたガラッと変わってきますので、こんな感じで仕上げていきたいと思います。でこちらのトートバッグの作り方は別の動画でも紹介していますので、今回作り方の紹介はしない予定なんですけれども、よかったら端切れの活用法としてお役立ていただけたらと思います。で今回は大きいパーツのサイズから仕立てていきました。で最初はね何にしようかなっていうふうにね思ったんですけど、やっぱりトートバッグの形っていうかこうパーツを一つ仕上げていくということをテーマにしていくと結構スムーズに進みましたので、皆様も端切れを活用される際に一つね形を決めておくとスムーズにいきやすいんじゃないかなっていうふうに思います。是非参考にしてみてください。でそれから今回余った端切れがこんな感じになりました。もうね結構ちっちゃいパーツもあるんですけれども、最終的にまた判断しようかなっていうふうに思ってます。でこのぐらいまだね大きいものもあるんですけれども、トートバッグには活かせなかったんですが、また何かポーチとかに活かせそうなので、この後はまだまだ続くラミネートのこの端切れマラソンで形にしていきたいと思います。この後は保冷シートで保冷バッグに仕上げていきます。今回はこちらの保温シートを使っていきます。これがバッグになって滴った時に薄い生地を内布に合わせてしまうと、こう手で触れる時にボコボコするところが感触がですねちょっと気になってしまいます。こういう保冷シートを使うことでキルトが入っていますので、ふんわりした仕立てになってますので、このような継ぎはぎがあってもそこまでね気にならないかなっていうふうに思っております。いざ保冷のもの、お弁当とか使いたい時にもさっと使えるかなっていうふうに思ってます。で端切れで全部14個で、14でもうねすでに仕上げていっているものがあるので、全部で18点のトートバッグが仕上がることになります。これから少しずつパーツで仕上げていこうと思います。でこの後すべてのパーツに革タグをカシメで留めていきます。両面テープで仮留めするとすごくねやりやすくなりますよ。この革タグに使ってるカシメは一番小さい S サイズより小さい極小カシメになります。でこの極小カシメはハンドプレス使えないので、ハンマーでいつもこのようにガンガンと結構ね工事みたいな音させながら叩いてます。そしてこの脇につけるのも革タブにしています。上から3センチぐらいのところに端から5ミリ仮止めしたところです。はい、じゃあこれで全部のパーツが仕上がったところです。ここまで来るともうね端切れではないですね、もはや。続いて内袋にする保冷シートの方も同じように T 字待ちを作っておきます。この印をつけるのに裏面のキルトにしようとしたらなかなかねうまく描けなかったので、表面から描くのがおすすめです。ちなみにこの保冷シートのサイズなんですけれども、外袋のサイズから1センチ控えてます。ダボつき防止にしてますので、縦の長さは49センチ、幅は同じ32センチになっています。外袋の方は縦の長さ50センチになります。早速本体を縫ってるところなんですが、いつもと違う縫い方にご注目いただきたいなと思います。今回のように脇を合わせて縫わなきゃいけない場合はですね、非常にずれやすいこの脇の縫い合わせの部分からまず縫っておくとずれにくくなります。確認しながら一つ一つやっていくようになるんですけれども、最初返し縫いしないで脇から縫って続いて縫う時にこの縫ったところの縫い目を1センチほど重ねながら上に向かって縫っていくというような方法に変えています。この辺はね作るものによって変わるんですけれども、今回はこの方法が一番綺麗に仕上がりました。ぜひ参考にしてみてください。
縫い終えたら底を縫っていきます。まずこの縫い代のところですね、しっかりとコロコロオープナーで開きましょう。そしたら底を1センチで縫います。続いて内袋も同じようにして袋を作っていくんですけれども、内袋はいつもと同じように入り口側からですね、袋の上から下に向かって縫っていくというような方法で仕上げていきます。内袋が仕上がったところで、外袋と内袋の底同士を重ねているところです。この後端から 5mm で縫い代を縫い合わせていきます。こんな風に底をつなげて作る方法っていろいろあるんですけれども、今回は返し口がないのでこの方法で仕上げていきました。ふっくらとしたこのキルトの風合いがよりね出てくるような感じですよね。仕立てやすくもなるので、よかったら参考にしてみてください。そしたらこの後合い印で合わせて周囲をぐるっと端から 5mm 仮止めしているところです。この縫う面なんですけれども、今回はラミネートの上を縫うよりはこの保冷の上を縫う方が縫いずれしにくかったので、今回この方法で仕立てています。あとですね、保冷シートの上縫う時もラミネート押さえ使うといいですよ。はい、全部仕上がったところです。残すパーツはあと2つになります。1つ目は内側の吊り下げポケット、2つ目は口布のファスナーになります。こちらはデコレクションズさんの防水コットンになります。これがねちょうどいいかなと思って合わせてみました。同じサイズでまずね14点分サイズにカットして作っていってるところです。こちらのポケットの吊り下げポケットの作り方も別の動画で紹介してるんですよね。保冷等々で紹介してるので、そちらもよかったらご覧いただけたらと思います。ポケットはまず最初に合い印を入れます。ポケット口の2センチと本体につく方の合い印5センチに 5mm の切り込みを入れておきます。両脇に印をつけて2つ折りにして、このコロコロオープナーで折り目をつけてから三つ折りにしているところです。これを一気に14点分作りますよ。まず最初にポケット口の際を縫っているところです。そしたら5センチでつけた合い印に合わせて端から2センチを縫っています。この後縫い代の処理をしていきます。この今縫ったところの縫い合わせのところ、縫い線のところに合わせて2つ折りにしているところです。縫い代を2つ折りにしたら、その折り目に合わせてハサミでカットします。で、この端っこのところですね、2センチほど残しておくんですね。はい、では両側が切り落とせたところで、今度は縫い代を包んでいきます。まず2つ折りにしてもう1回折っておくような感じです。そしたら際を縫います。もう一気にね進めちゃってますけど、クリップなどでしっかり留めながら進めてくださいね。はい、これで一気に14点仕上がったところです。アクセントにこの脇のタブを使っています。これもですね実は歯切れなんですね。もう以前から残してあったもの一気に使ってみました。では続いて口布ファスナーを作っていきます。
合印の印付けに便利なのがこのカード定規になります。これもね付録定規になるのでぜひ役立ててください。まずね中央に合印をつけたパーツを2枚重ねて、端から2センチのところと端から4センチのところに5ミリの深さで切り込みを入れます。ちょうどねこのくぼみがあるので活用しやすいと思います。中央の合印入れるの後になっちゃったんですけど、皆さんはね先に入れておいてくださいね。上下に入れておきます。まずファスナーの開き口を2センチの合印のところに合わせていきます。この口布ファスナーの作り方はですね、他の動画でも紹介しているので、そちらが詳しく説明されているかなと思いますので、ご覧いただけたらと思います。そしたら端から7ミリを縫います。このね縫い始めはいいんですけれども、縫い終わりのところですね、ちょっとご注目いただきたいなと思います。2センチと別にもう一つ4センチの合印を入れたと思います。この4センチのところで1回針を止めて、このファスナーをぐっと横にずらすんですね。でそのファスナーを縫わないようにして前に進んで、そこで返し縫いをしています。ちょっとピントが合ってなくて申し訳ないんですけれども、このような感じで仕上げていきます。そうするとですね、今度反対側を縫うのが少しねまた難易度が上がるんですけれども、まずこのファスナーの中央のところに合印を入れていきます。ファスナーの中央ではなく、このパーツにつけた V の合印のところですね、そこに印をつけて、反対側にも印をつけるようにしてこの定規を使っていきます。そうしたらですね、この中央につけた合印とこの V で切り取った方の本体の口布の合印を合わせていくと綺麗に決まってきます。で今2センチのところに留めているところです。今度はですね、反対側のファスナーエンドの方から縫っていきますので、ちょっとね難易度上がるんですよね。なのでこの印の付け方覚えておくといいかなと思います。でこの今ね最初に針を刺す場所なんですけれども、これが最初につけた4センチの合印のところにつけていきます。なのでここでねファスナーにも印をつけておくんですね。最初に針を刺すところに印をつけておくと非常に縫いやすくなります。で針を刺して、で前にね3目ほど進めます。そしたら3目下がって、そこでファスナーをぐっとこう横にずらして、さらに返し縫いをしていきます。であとはもう前に進んでいく感じです。この縫い始めだけクリアしてしまえば綺麗に仕上がっていくかなと思います。特にね合印の部分注意しながら進めてみてください。続いて両脇を揃えて1センチを縫います。この時ねねじれてしまうとやり直しになってしまうので、必ずファスナーを1回閉じて確認されるといいですよ。そうしたら縫い代を開いて両脇を5ミリ縫います。この時糸を切らずに一度に縫えるようにこう U ターンしていくようなこの字の縫い方をしていきます。で一番最後にファスナーの際を縫っていきます。この時しっかりと縫い代を折りるようにコロコロオープナーを使って折り目を丁寧につけておきましょう。これねやっておくとだいぶ仕上がり変わりますからね、ファスナーの時は必ずやられるといいですよ。全然ねピントが合ってなくて申し訳ないんですけど、私の手の方にピントが合ってしまったんですけれども、ぐるっと一周際を縫ってるところです。で縫い終わりのところはですね5センチほど手前で最初の糸を切って、このところですね縫い合わせのところ重ねて縫って仕上げるようになります。私の手がかぶっちゃって申し訳ないです。
全然ピントがね手前に合っちゃってますね。ここ丁寧に仕上げていきます。はい、これで完成になります。結構ね、私は時々こうねじってしまったりするんですけれども、皆さん間違えないように気をつけてくださいね。ファスナーエンドは揃ってる方が綺麗に仕上がっていきます。はい、ではいよいよ仕上げというところになってますので、この脇の縫い合わせですね、ここのところをしっかり丁寧にチェックしていきます。で、脇の縫い合わせが決まったら、今度は中央の合い印を確認していきます。そしたら中央の合い印を合わせて吊り下げポケットを仮留めしていきます。端から 5mm を縫います。続いて持ち手の合い印をつけています。これもねちょっと見切れちゃってますけれども、中央から5センチずつ合い印のために 5mm の深さで切り込みを入れているところです。そしたら持ち手をその合い印に合わせて留めています。この後端から 5mm 仮留めしていきます。はい、そしたら口布をこうやって合わせていきます。合い印大事になってきますので、脇と中央としっかりと合わせておきます。ここがずれると結構目立ちますので、この時ですね、この脇と中央とっていうのはそこだけもう1センチほどで縫うようにしておりました。一番ずれやすい両脇の縫い合わせのところですね、ここを縫っておいてから周囲をぐるっと1センチ縫っていきます。そうするとね、縫いずれがだいぶ収まりますよ。ただ中央の合い印がずれたらやり直すという風にしています。この中央の合い印ずれるとね、必ずタックができてしまいますので、ほどいてやり直しということも何度かありました。縫い終えたら、ここも同じようにコロコロオープナーでしっかりと縫い代を倒しておきます。この作業もしっかりやっておくと仕上がり決まってきますからね。で、この後は内側に折り込んでいきます。返し口がないので、縫い代もこのまま仕上げで縫って留めていくような形になっていきます。しっかりとここで留めておきましょう。指先結構使います。で、最後の仕上げなんですけれども、ここで針を新しいものに変えています。針は16番太いものを使ってます。で、たまにねちょっとこのザラッとしてるのないかなってちゃんと確認しているんですけれども、針先を触った時にザラッとしないのがいいですね。で、仕上げは一番緊張するところなので、一番厚い状態を作ってまず試し縫いをしているところです。縫い目の長さとか、この針の上下の色とか間違えないようにしないといけないですよね。ラミネート一発勝負なのでかなり緊張します。それではいよいよ仕上げを縫っていきます。端から 3mm のところを縫っているところです。職業用ミシンはですね、結構馬力がありますので、厚みがあるところもスイスイって縫えちゃうんですよね。なので踏みすぎないように、このミシンは速度が決められますので、一番亀さんペースですね、一番遅いペースで縫うようにしています。で、ぐるっと一周縫ってきたところで、縫い始めのところの糸を切って縫い目を重ねていきます。一番緊張する部分ですね。最終的にはここは革タブで挟んでしまうんですけれども、ここも最後丁寧に仕上げていきます。では最後の仕上げも縫っているところです。
最後の仕上げはですね、最初の縫い目に並行して 5mm を開けて縫っているところになります。このね、厚みが増すところもスイスイ縫えるのはやっぱりね、職業用ミシンならではかなと思います。買い替えの時にね、非常に悩まれると思うんですけれども、私もね、家庭用ミシン非常に長かったんですが、職業用ミシンを初めて使った時にこのね、厚みがあるところのストレスのなさに感動しました。それで今もうすっかりね、職業用ミシン使うようになりましたけれども、是非ね、この動画も参考になれば嬉しいなと思います。仕上げの革タブを作っているところです。この合印定規すごい大活躍。合印定規じゃない、カード定規ですね。で、この印つけたところに穴を開けています。ハンドプレス機があると楽ちんです。そしてファスナーエンドのところにもカシ目をしっかりと留めています。はい、いかがだったでしょうか。今回は制作動画にしようかと思ったんですけれども、撮影中ね、ところどころ音声が入ってましたので、せっかくなのでアフレコで今回動画を仕上げてみました。皆様の参考になれば嬉しいです。小さなね、ラミネートの端切れから仕上げていくところまで全て完結することができました。こちらは全てオンラインショップで販売させていただいております。全てご縁をいただきありがとうございます。一つ一つは小さな端切れでも2つ3つと合わさっていくことで一つの大きな形になっていくという端切れがね、生まれ変わる瞬間になりました。私は普段からこのような端切れを使ったオンリーワンの作品作りを楽しんでおります。よかったら皆様も今回の動画参考に作ってみてください。皆様のラミネートの端切れがありましたらですね、ぜひお役に立てれば嬉しいです。せっかくね、仕上げていきましたので、一つ一つ前後の、様子をですね、動画に収めました。ちょっと今回長くなりましたけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今度はね、小さな端切れのラミネートがありますので、小物も紹介していきたいと思います。この後どんな作品を紹介できるかなっていうところをですね、また見ていっていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それから最後に、ネイジュ手作りのある暮らしではチャンネルメンバーシップを始めることになりました。ただいまメンバーを募集しております。メンバーシップに関することは、まずチャンネルのホームページに行っていただいて、右側にあるメンバーになるというところをクリックしていただくと詳細がご覧いただけますので、そちらの方ご確認いただいて、ぜひメンバーになっていただけたら嬉しいです。一緒にチャンネルを盛り上げていただけるメンバーを募集しております。で、今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。